こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日はね、どうやったら能力が上がるかっていうのを、ちょっとやっていきたいと思います。一般的なこういうことをお仕事にしてる人と、私の違いだとすると、もともとちょっと能力がなかったっていうところなんですよね。よくほらあるのは、スピリチュアルな能力をさもう小さい頃から持ってたりとか、サイキック能力を持ってたり、特殊能力みたいな、なんか小さい頃にこうなんか見たとかさ一切ないんですよね。私がそういうなんていうの一切ないところから今みたいになんとなく掴んできたっていうのは、要はその今ない人っていうのも、感覚がつかむ、過程が分かるっていうことだと思うんですね。その、私が踏んできた過程というか、どういうふうにすれば、能力が上がるかっていうのをお伝えしたいと思います。そうだな、まずこの間の動画でこう第6チャクラを開いてから結構感覚が出てきたって言ったんですけど、第6チャクラ開いたのって、お姉ちゃんにやってもらったんだけど4年前なんですよね。4年以上前になるかな。だから、4年前のさ地球と今の地球って全然波動が違うから、要はもう別にそこに何ていうのかな、こだわらなくていいというか、この第6チャクラだから要は地球の次元、波動とともにみんなも上がっちゃってるから、もともと能力がなんかこの第6チャクラがグーってなってた人もさもう開いてきてるんですよね、徐々に徐々に。なんかわざわざここを開いてっていう過程を踏まなくても開いちゃってる人がたくさんいるっていう感じですね。で一応その第6チャクラを開くやり方っていうのを、お伝えしたいと思います。これはねハイヤーセルフに聞くんですね。ハイヤーセルフに聞いて、もしねこういうのが興味ある人いると思うので、ハイヤーセルフに聞いて、今じゃあ私のじゃあ今ちょっとやってみますね。じゃあハイヤーセルフにつながります。でハイヤーセルフに、私の今第6チャクラ、ここのとこは今何パーセントですか。私ね結構ね講座の中で開いてもらってるからね、100って今来ちゃってるんだよね。100、これがさ例えば 60% だとするね。今 60% だとすると、じゃあ何パーセントまで開けますか。120かな、120じゃあ私だと120、皆さんも一般的にちょっとどのぐらいか分かんないけど120だとするじゃん、今120って言ったから、じゃあそれをどうやって開いていくかっていうと、この親指と人差し指を使ってグーってこじ開けていくんですね。で自分のをこうやって開いてもいいんだけど、ちょっと自分のってなんかよく分かんないじゃん。だから、人のやるのも一緒なんですけど、目の前に自分の人形みたいのをイメージして、この人形の第6チャクラあたりに親指と人差し指をこうやって当てるんですよね。当てて、これ縦開きでも横開きでもどっちでもいい。私は横の方がやりやすいので横にして、今 100%、100、105、110、115、20みたいな感じでグーってこじ開けるんですね。で、OK かなってとこまでやって、そう、これで今開いた状態になるってことなんですよ。そう、このやり方がハイヤーに聞いて、要はハイヤーセルフに聞かないと、危険ではあるんですよね。危険っていうのは要はそのなんていうの、まだ用意ができてない人がさここグワーってもしくはこじ開けちゃったら開かないですけど、開いちゃったとしたら、要はその目に見えないことの情報がいっぱい入ってきて感覚が出てきちゃうから、もうパニックになっちゃうっていうことだと思うんですよね。これが準備ができたかどうかをハイヤーセルフに聞いて、でハイヤーセルフが OK、 じゃあね何パーセント、今何パーセントで何パーセントまでいけるかっていうのを聞いてこじ開けてるってことですね。これはご自身でチャネリングできる方はハイヤーに聞いてやっていけばいいし、今チャネリングのセッションとかさこういうことをお仕事にしてる人は、お客さんの開いてあげるといいと思います。簡単だからね、自分でもできますし、なんかできてるかなできてないかな、開きすぎたかな開きすぎてないかなとか全然気にする必要ないから、気軽にやるといいんじゃないかなと思います。この辺り結構聞きたいっていう人がいたかなと思います。それでその後なんですけど、私はイメージングとか前世っていうのをお伝えしやるといいんじゃないかなっていう感じなんですね。こういうほら能力、スピリチュアルな能力っていうのは、要はその訓練何回も何回も繰り返しやっていくとどん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 こう潜在意識が開いてくるんですね。潜在意識っていうのがハイヤーセルフなんですけど、結構開いてくるってとだんだんやっぱり感覚が出てくる。こう第6チャクラが開いたり中の消化体が活性したりっていう感じになってくるから、
そういう何回も何回も潜在意識を使うことをやるといいと思うんですよ。で一番最初からよくそのチャネリング動画講座もさたくさん申し込みいただいてるんですけど、感覚がよく分かんないっていう人がいた場合はやっぱ前世から入ってくださいって言うんですよね。イメージング前世。イメージングっていうのは、みかんをイメージしてくださいとかさ、それでそれを口に入れたらどんな感じですかとかさ、それをじゃあ何ていうのかな、どんな香りがしますかとか、そういう感じでこう、そこが要はそのイメージしてる場所が潜在意識の場所になるから、ここをじゃあ今度使ってって、ここからまた今度前世に入っていくと、じゃあ今度はハワイをイメージしてくださいとかさ、行ってハワイのどこにいますか、でそこで何やってますかってやるじゃないですか。でやった後にそうだな、いろいろ景色とかいろいろ、要はその見るっていうことが強くなってくるから、そのイメージングの中で木が生えてるとかさ、ハワイだとしたら、そこで私は何やってるか、匂いを嗅いでみたり、そこの情景っていうのを体感することによってどんな気持ちかとかっていうのを感じていくと、なんとなくこう感覚がつかめてくるんですね。でここから例えばそうだな、じゃあもう一回インドをイメージして、そこにいる人は男ですか女ですかとかやってるとさ、要は私に見てる人が女の人でも男の人がいるなって見えたらもう前世が出てきちゃってるってことだから、ここからこう前世を見てって、そこにいるのは何だろうな、何歳ぐらいの男の人ですかとかこう見てって、じゃあ20歳ぐらいの男の人で、道を歩いていて、その周りにはこういう感じの景色があってとかさ、やっていくとだんだんそこのこう見てる場所が要は潜在意識の場所だから開いていくんですよね。でこう見る能力、この進めて、じゃあ今歩いてる男の人がいるとするじゃん。前世で歩いてる男の人がいるんだけど、この歩いてるのをただ見てるだけだと、要はもう潜在意識の言いなりじゃないけど、何ていうのか、出してくるものをただ感じてるだけなんですね。でここからちょっと突っ込んでいくんですよね。何やってんですかとか、何者なんですかみたいな。20歳ぐらいの男の人でこうターバン巻いた感じの人なんですけど、この人は何をやってんのかなっていうと、なんか商売してんのかなとかってこうちょっと早送りしていくんですよ。自分が私が意図することによってその早送りが始まっていくから、何やってんのかな、だからこれ何やってんのかなって私が意図しなければ、要はずっと歩いてるだけでなんか前ね、なんかなんだっけな、森かなんか見てずっと森が続いちゃうっていう人がいて、何日3日ぐらい森が続いたとか言ってたかななんか要は意図してないから、こっちに主導権があるからね、自分が意図していけばどんどん見ていく。これはだからチャネリングにも使えるんですよ。要ははっきりした質問をしたり、自分が意図しないと、ハイヤーセルフってよく分かんないんだよね。質問の意味が分かんなかったりして、答えもなんか大雑把だったりしてくるっていうことなんですね。これをだから前世で訓練していくことによってすごい見えてくるんですよ。だからすごいこう前世が重要なんじゃなくて、前世を見ることがすごい訓練になるってことなんですよね。そうだから私は結構見ることをおすすめして動画でも出してるけど、簡単にイメージングから入ればできちゃうからね。周りの状況であったり、あとはどんな人がいるか、その人の洋服はっていうところをやってると、要は見る能力が上がってくるじゃない。でこの人は何者かなとかさ、意図していくところが出てくるから、質問する時に結構チャネリングの時とかもやりやすいかもしれないね。あとはここまでできたら書き換えちゃう。この人何をやりたいのかなっていう時に、じゃあ今の男の人だとすると、なんだろうな、商売がうまくいかないなってなってる感じだから、じゃあ何がやりたいか、商売忙しくてなんかあたふたしたいみたいな感じだから、それをこうイメージしてあげれば書き換わっちゃうんですね。笑顔になりましたみたいな。そうこれをだから繰り返しやっていくと、要はどんどん潜在意識が開いてくるから簡単に見ることができて、これができるようになったらもうチャネリングなんて簡単ですよ。じゃあ何とかですかみたいな感じでさ、何かハイヤーにつながります、じゃあハイヤーから、今の私にメッセージくださいとか言うと、映像で出してきたり直感で出してきたり、でこれが分かんなければこれはじゃあ、もっと分かりやすくしてくださいってこっちが意図していけばいいわけだから、そうこういう感じでやっていくと結構なんだろう、
チャネリングであったりこう前世見たりそういうのが結構簡単だと思いますね。でこういう感じのこと結局さチャネリングであったりブロック解除であったりヒーリングであったりってさやっぱりやってるとすごい癒しが入るんですよね。自分自身の癒しがすごく入って何て言うんだろう高次元につながり出す潜在意識とつながり出す開いてくることによってもともとの自分自身のこう何て言うのかな力というか、そういうとこが出やすくなるっていう感じだと思うんですね。だからこれを要はこの入り口のところで今日すごいやっぱ分かりやすいちょうどね講座を受けてくださってる方でチャネリングとかなんかやった時になんだっけ答え合わせをするっていうのを人が多かったんだよね。要は何て言うのかなじゃあチャネリングだとするとチャネリングやってる時にハイヤーセルフにじゃあ鍵だとするよね。鍵をなくしちゃってハイヤーセルフにどこにありますかポケットの中って言われるとするじゃん。でポケットの中探したら入ってなかった。あれ私の能力ちゃんとハイヤーに繋がってないのかなとか思考かなって出しがちだと思うんだけど要はこのジャッジをなんて答え合わせをするっていうのはさ能力すごいガンって落とすんですよ。答え合わせって一見するとなんかやっぱりやってかないと能力が上がんないのかなって思いがちなんですけど最初の頃にずっとそんなさ最初からそんなことできないからね。要はその見る感覚とかどうやって感覚をつかむかっていうところの訓練の最初のところでさだから 100m 走を10秒で走る人がいてその人と同じように10秒で走ろうとするんじゃなくて要は最初の入り口なわけチャネリングとか何かこう自分自身でやろうと思ってることの最初なわけだからそれができてるかできてないかとかもジャッジ入れないで見る感覚をつかむみたいな感じだね、ヒーリングとかもそうだと思う。ヒーリングが流れて何回も何回もやって流してる感覚を自分で掴んでいくみたいな感覚をつかむ時だからそこで答え合わせしちゃうと要はその自分が能力がないなとかできてないなって思うとガーンって落ちるからこれがね邪魔なんですよ本当に、私が能力が別にそんなすごい能力が高いわけじゃないけどこのね否定が一切ないんですよね。感じたらもうそれだなってそうだなってそれだけなんですよ。それしかない、なんで答え合わせも一切しないんですね。いまだに例えばチャネリングで鍵を探すとかやんないですから。やんないですね。要はそういう答え合わせをするようなことをすると、自分自身が能力落ちたくないからですよね。やっと掴んできたのにここをわざわざ落とす必要ないじゃないですか。そんな感じだからなんか江原さんみたいな感じとかサイキック能力もともと能力のすごい高い人みたいな感じのを最初から求めないってことですね。徐々に何回も何回も繰り返しやっていけば勝手に開いちゃいますからね。そんな感じなんですよ。わかりましたかね。そうやってやっていけばだからもう全然見えるようになってくるし感覚でつかむっていうことができるようになると思います。もともとさだからそういう能力っていうのはみんな持ってるものなんですよね。みんな誰もが持ってるものでそこで能力がないっていうところでこうなんていうの目隠しじゃないけどさ自分をしてきてるだけだから持ってないわけはないんですよ。でそこを、徐々に感覚がない方は開いていきますから徐々にやっていくときに 100m 走を走れない人が遅いって思ってる人がさ早く走りたいんだったらやっぱ何回もやるじゃん。何回かやっていくと開きます。これは早いですから 100m10 秒で走ることよりも簡単ですから、繰り返しやるといいと思いますね。私はやっぱり結局私4年前から3年間ブロック解除っていうのをやってきましたけれどもこんなにいっぱいいろんなことやんなくていいってことなんですね。もうなんか1ヶ月ぐらいやってればできちゃいますよって感じ。1週間ぐらいやってればできちゃいますよって繰り返しねそんな感じだと思うからこの繰り返しの数を要は何て言うんだろう私の4年前のような感じでこう原始的なやり方でやらなくても
なんていうのかな、今感覚がつかみやすい時だから今やるといいよね。だから今結構動画講座受けてくださってる方多いけど、今なんか皆さんやっぱりやりたいんだろうなって思うから、タイミングですね。本当にベストタイミングなんじゃないかと思いますので、よかったらね、いろいろこう私の動画の中でもいろいろ出してるから、いろんなことを活用していただくといいんじゃないかなと思います。後で URL のとこに貼っておきますので、チャネリングのやり方とかさ、ブロック解除のやり方、前世の見方、イメージングのやり方とかさ、よかったら参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ではまた撮ります。